キラドネットジョンです。というわけでね、今日はね、ナビ VS 中国のクランとの対戦になるかなと思います。ハードモードですね。早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあ当然なんですけど、期間限定ユニットは当然使えませんと。で、まずは9時からロイヤルチャンピオンウォーク始まりましたね。やったーくんから。ハードモードのね、削りは結構やっぱスピードが遅いっていう、削りが遅いっていうところで、まあ、この辺のノーマルとの感覚がずれるところかなと思います。バルキリー8体と、スーパーバーバリアンも8体と結構多めに詰めてる。その分何が少ないんだこれ。なんか何かが足りないような感覚がないんだけど、結構ユニット詰めてるなって印象がありますね。で、ここもインビジブルかけてしっかりネクロ処理までうまいですね。インビジブルの枚数も結構多めに積まれるのがハードモードの特徴で、その分フリーズだったりスケルトンの呪文が一切ないですね、これ。フリーズゼロは結構怖い感覚あるんだけど、最近だとね、フリーズの枚数を少なくする攻めっていうのが、ハードモードだけじゃなくてね、ノーマルモードでも結構増えてますよね。怖いよね。最低1欲しいかな。どんなに少なくても。でも、やっぱインビジブルのね、枚数が増えて、まあ、実質フリーズみたいなもんみたいな感じでは使えるけど、やっぱ明確に使い分けもできる呪文なので、ロイちゃん能力発動させられたどころかやられた。ちょっと嫌なスタートですね。ロケットスピアだったか。まあ、この辺がね、ホグとロケットスピアの違いでかったかなっていうところで、ターゲットの外しがね、できないっていうところで、クイーンにターゲット取られたままそのままやられてしまいましたね。ロケットスピア0発は結構痛いかなっていうところ。でキングの方はヘビプラスサッカーボールでぶっ飛ばしていきました。藤が大きく回収できそうなんですけど、バルキリー来てくれましたね。うん。やっぱノーマルモードだと結構バルキリーとかルートライダーの数って少なくして、まあ最低限の中央突破で他外周部結構ユニット割いていろいろ使っていくみたいな感じなんだけど、ハードモードになってくるとやっぱこの辺のバランスもずれてくるんだろうね。やっぱ中央のユニットが足りてないと全然突破力がなくなっちゃうっていうところと、今のも相手のね、ガゴプリをクイーンがね、何発殴っとるんみたいな感じで一生殴ってましたね。やっぱヒーローを倒すのが本当に辛いね、ハードモードは見てて。ストライカーがなかった頃のね、ラバルでヒーローを処理するみたいな感じの感覚。あそこまでは、若干でもそれに近いかもね、感覚は。スケルトンの呪文使ったりして、相手のヒーローをわざわざ処理しに行くみたいなね。さあ、ただ、ロイヤルチャンピオンを失ったんですけど、もうほぼ仕事してないからね、最初の削り以外。本体の伸びが凄まじいですね。ダブルインビジブル残して、綺麗に隠して、ターゲットヒーラーへ。まさかの前回、すごい。ガーサス。ハードモードって、まあミスだったり、なんかちょっとのズレとかで一瞬で全開取れなくなっちゃうんだけど、今の結構そのぐらいね、ロイヤルチャンピオン落としたのって、結構痛い要素だったんだけど、それあっても全開取り切ってるのすごいっすね。まあ元のプランの良さとプレイングの良さが光った全開なのかなと思います。大区画したいところ、いいですね。クロスボウの方へ誘導していく。まあインビジブルまだ10発あるんだね、こっから。縦削りが命の編成なので、どれほど削れるか。まあ、ドラゴンの入りがどういう形でやっていくか分かりませんが、エアスイーパーもね、ドラゴン系の編成だと大事になりますが、下戻ってきました。もう、どこ削るかはもうロイちゃん次第みたいな感じでやっていくのかな。タウンホールの方向かってくれましたね。もう元のプランでどういう削りミスとかも全く分かんないもんね。あそこから入って。上行ったら上行ったで、下行ったら、まあ、こうやって。上行ったら多分下からドラゴンスタート。下行ったらドラゴンはまあ上、まあ、左とかからになるのかな。なんならもう9時とかドラ展開していいからね、これ。でもエアスイーパーの関係上、これ3時から行くんか、これ。こっち来たなら。3時から行くならもうスタートしていいけどね。そういうわけでもない。でも9時に10日弊社キング。ウィンがいない。まあ3時だよね。だったらもうロイちゃんと一緒にスタートしたかったかなって感じあります。
初手ガゴプリ能力でここは一気に押していこうという形ですかね。対空砲めがけたロケバルかなと思いますが、ちょっとずれて向かいますが、ターゲットいい感じ。10日弊社プラスヘビという組み合わせですごい生まれてますね、ヘビが。内側の方まで入ってきて、ウォーデンの塔もね、やっぱ中央で使うために最初にガゴプリの能力で、結構ドラゴンって初手トーム打つことが多いんですけど、ハードモード初手トームしちゃうと結構中央の火力に耐えきれないみたいなこともあるので、初手ガゴプリ能力からトームを真ん中へっていう、まあ、ノーマルモードと結構逆なことをやってったようなイメージかなと思いますが、これノーマルモードでも強いやり方かなと思います。フェニックス、火力インフレしてるハードモードに耐えられるのはやっぱフェニックスですね。が、ちょっと苦しいか。結構伸ばされたんですけど、94% 防衛。星3、ドラゴン編成ですね。今のアタックと同じような感じで。オーデンのヒーローはスニージが採用されてます。まずはロイちゃん3時のところからスタートしていきました。対空迫撃のところから。いや、この一瞬1秒しか姿見せない、その1秒でも相当持ってかれるからな、これ。ベビドラで外周の水塔とかもね、この辺、同時進行で削りを入れていきます。外に広がらないようにね、こういうの本当に大事ですね。で、大工をスキップしつつ、もうこの自然にちょっとしたダメージでもこんなに食らうので、途中からね、これもう、1秒間姿を見せるのすら厳しい感じになってくるんだけど、これがね、うわ、今の HP ね、フォックス一撃でやられるんだ。硬いな、長弾。おー、すごいムーブ、すごいムーブ。隠して、珍しい。6時10日弊社クイーン。ここ違いますね。キングとクイーンの差。まあ、対空砲拾いつつ、まあ、タウンホールも殴れるんですけど、まあ、クイーンでもキングでも、どちらでもまあまあ強そうな使い方はできそう。アイゴレも使っていってタウンホールのケアをしていくようなイメージですかね。真ん中ドラゴンいってらっしゃいと。もうクイーン何のターゲット受けてそんなダメージ受けてんのってぐらい、まあ、タウンホールから入りましたけど、クイーン能力解放を真ん中ドラゴン突き進ませる。で、ガゴプリ能力真ん中突っ走らせて、いいですね。エアスイーパーの方にもかかっているので、エアスイ衰弱効果をかけることで実質無効化するみたいなの結構強い。特にこのドラ編成ってフリーズの呪文がないので、エアスイ逆行の攻めって相当渋いんですけど、それを成り立たせてますね。さあ、スニージーのターゲットもここいいこと、アーチャーターンのタゲ取ったり、マルチアーチャーのターンのね、タゲもブラしたり、ガゴプリここまで生きる要因になってますね。ロイヤルチャンピオンが残してしまった12時対空砲を裏からベビドラでタゲ取ってガゴプリ生かしに行きますが、全然対空砲の方向かってくれないので、これはフェニックス貸しても解けるでしょう。でもその間稼いでくれた時間でね、空に行ってもこれはもうヒーローたちいなくても全開取れる感じになってますね。オーデンも死ななければスニージ一生働くしね。これスニージやっぱドラゴン編成相性いいね。強い。おっさんもヤッター君もね、ちょっとロイちゃん最後の部分みたいなところで、まあパーフェクトではない感じにはなってるんだけど、しっかり全開取り切るっていうところでね、やっぱ元のプランとプレイングがいいからこそできる感じかなと思います。ハードモードでそれができるのはすごいね。もう完璧オブ完璧のプレイングしないと全開取れないってイメージあるから、やっぱちょっと余力を持って取れてるっていうのがすごいわ。さあ、援軍にポイズンを置きつつ、ここはオーブンが2枚採用されてますので、早めにポイズンを置きどくというところでやってったのかな。下からランチャークイーンと展開してるんですが、クエイク揺らして、おお、なるほど。それは分かれそうだな。キングされたか。クイーン能力発動。
ヒーラー人形となんだこれ。フローズナロか。クエイクブーツも入って、離れ離れにしてったので、9時から、あ、そうだよね。9時方面の方から合流を図るようなイメージだと思うんですけど、やっぱ全然削れないな、これ。アイゴレ単品から、バルキリー追加。うん、流れたね。ロイヤルチャンピオンも9時。びっくりした。多分音入ってないと思うけど、EC 通知来たんでちょっとびっくりしました。トラックから。で、このまま突っ切ってオーバーグローがあると。12時側はロイヤルチャンピオンが削ってくれてるので、まあタウンホールの方に戻れる仕組みができてる。3時カードテスラ。うん、オーバーグローは終点のところをかけていきました。相手のヒーローにめっちゃ時間、キング硬すぎだろ。その HP のキングに今の負けんのそっから。キング積ん用。あと気づいたね。で、アイゴレがまだ手元にある状況なんで、まあどっかに出すつもりだったと思うんですけど、出しそびれたってやつかな。気づいてなさそう。まあ出しどこないからもうどうしようだったのか、どっちかっていうと。まあ、繋いでいきますが、厳しいという形で、75% 終了です。がクルートライダーラッシュ。ハードモードはやっぱり前回捉える編成っていうのがね、限られちゃうんで、ノーマルモードよりも自由度は低そうですね。まずはロイヤルチャンピオン削りからというところで、まあ、ここまで全員同じ削りから入ってますね。まあ、あとはファイヤーボールとかになってくるのかな、他の編成だと。やっぱヒーローのギアを前面に活かしていく編成っていうのがハードモードでは使われてますね。ヘイスト、ヘイスト、ヘイスト。内側にアイゴレを利用して入っていきますが、回収。6時に援軍引っ張っていきます。引っ張っていきます。で、手前だけバルキリー回収。どこだ ?3 時から来た。ルートライダー開始。援軍は6時放置。本体パートスタートです。スケルトンからのアイゴレキングトーカー兵舎。クイーンまで。ストライカーもつけて、勝てーガゴプリ勝てーマルチャー ET 届いちゃったので、ちょっとストライカーやられましたが、追加処理。ロイヤルチャンピオン遅れて本体登場。レイジトームだね。うん。いい流れ。6時側も援軍処理したバルキリーが少し削ってテスラも見えてっていう状況ですね。ここもヘビ採用されてるね。最近ハードモードやっぱヘビ採用してる人多め。まあ、なかなかね、キングがハードモードで強さ出しづらいからね、穴を開けるクエイクブーツがね、なんか穴を開けるっていう意味だけになっちゃってるから、ハードモードやっぱいろいろ弱体化も入って、それよりももっと強いやり方あるんじゃないかなっていうところでヘビ採用っていうところですかね。裏がアーチャー1体出しときたいか。あ、出てきたね。ヒーローホールはね、HP 高いんで、まあ、今回削れてるからあれだけど、2体出したって感じだね。まさか削れてるとは思わんよね。削れてなかったら1体だけ手元残して別の使い方したと思うんだけど。さあ、どうだこれ。キングはフェニックスなんで、ここ一度落とされても大丈夫。スーパーバーバリアン追加。アーチャーもしっかりこれ、キングとスーパーバーバリアンでターゲットを取り続けてるので、アーチャーの方が生きれますね。ターゲット取られたか。さあ、ここは、いやー、惜しすぎる。惜しすぎる 99%。さあ、対戦相手も変わらず、ロイヤルチャンピオン、ルートライダーというところで、兵器がこれは、ユニットランチャーを使いそうですか。
俺、上動かされちゃうんだね。外周ぐるぐるなっちゃうね。うん。だるいね。回収していきました。どこかに、どっちか。上からクイーン、キング、アイゴレと来て、ルートライダーパートスタート。さあ、キングの方は穴開けプラスクエイクブーツ。サイドカットをしましたね。援軍はここもオーブン3個これ。3個オーブン。ポイズンにめっちゃ弱いな。3オーブンですね。ただここはポイズン置かず、本体ユニットで対応していこうというところですかね。スケルトンの呪文真ん中置いて、モノリスのターゲット取りたいっていうようなイメージだと思うんですけど、結局オーバーグローをかけていきます。ユニットランチャーからウォールブレーカーとかも飛んできてますね。ピヨーンって来てます。ユニットランチャー。新兵器登場。アイゴレまだ生きてる状況で30内側にロイヤルチャンピオンが動いてって、もう結構、ノーマルモードだったら強そうな感じで残ってるけど、防衛施設側も結構強いの残ってるね、ここ。あ、ロケスピか。ロイちゃん、ロケスピ。攻撃速度遅いな。さあ、これは6時がユニット多いところしっかりレイジをかけていって、相手のヒーローもストライカー勝利。これさすがに全開いくかな。どうだ。モノリスか。モノリスマルチのところが残ってくんだけど、ノーマルなら絶対全開確定だよねみたいなユニットと進行だったんだけど、こっから防衛されることもありそうか、これ。どうだろう、これ。モノリスのターゲット次第なんだけど、外れます。あ、クイーンが天才的すぎる立ち位置を取っている。さあ、アイゴレ飛ばしたぞ。でも穴開けられちゃうら。ルートライダーの強みが出ていく。ここは穴開けしっかり先導しまして、クイーンが追いついて、どうだ。一撃でも入れればワンチャン防衛あったかもしれんな。いやー、これモノリス一発分で多分、相当世界変わったな。全開ですね。さすがに進行が良すぎましたね。見てても。さすがにあれだけいけばハードモードでも全開取れるか。でもあれであんなギリなんだもんな。おう。ファイヤーボール。スーパーネクロ来ましたね。なるほど。空に対応する防衛施設がない、大工もないなので。これベビドラで長弾狙ってますね。うまい。あと、ウォーデンとスニージーの相性いいよね。もともとウォーデンって射程も長いので陸でも空でも絶対一番後ろに来るヒーローになってくるんだけど、それよりさらに後ろにスニージーが構えることによってもう本当に安全圏からずっと撃つことができる。で、シューターかなりいいとこなんだけど、これアーチャー気づけてるかな。気づけたね、今。アーチャー出しましたね。なるほど、そのシューターぶっ刺さりやな。めっちゃ強い。スパネクって結構時間もシビアなあれなんだけど、これ結構見ていきますね。マルチ IT まで降りたいってところだよね、多分。スニージーがポイズンタワーを解除してくれました。で、上がイエティプラスのストライカーで相手のキングを破壊しに来ました。で、下からスーパーネクロスタート。キングしっかり処理できましたね。トラップ解除までやって、シューターの延命完璧。で、6時キングクイーン置いて、タウンホールの方へスーパーネクロ誘導、アイゴレ。ここもキングはヘビ採用ってことで、ヘビめっちゃ流行ってるね。超流行ってるヘビブレスレッド。いや、シューター強すぎるな、それ。ここまで刺さるなら本当に、シューター採用あり。で、キングに合わせてロイヤルチャンピオンも9時展開。ロケットスピアンですね。ここは遠目から撃てるように早めに能力解放。こういうのほんと大事。撃たれる位置からロケットスピアじゃマジで意味がないんでね。射程の長さ生かしたいところ。シューターまだ残ってんの。強すぎだろ、これ。えぐいな、これ、シューター。
これは相当仕事しましたね。いい削りロイちゃんからのキングのヒーロー処理とかね。さあ、ここボム発動させれて、クイーンが変な区画に飛ばされた。あ、ヘビがすごい来てる。キングの生み出したヘビもやってきて、これ、うますぎだろ。完璧。さすがに今のうますぎない？スーパーネクロ。あ、確かにずっとこれロイちゃん削りだねなんて話してたけど、ロイちゃん削りじゃない攻めで全開になりましたね、今。まあ、削りの、あれは5だったんですけど、やっぱ、ロイちゃん削りか5かみたいなね、やっぱ固定ダメージっていうのが本当に強いので、ハードモードは。やばかったな、今の。超うめえな、今の。プランニングもプレイングも最高でしたね。ノーミスで完璧だったかなと思います。うん。対戦相手もこれはドラゴンのインビジブル編成なんですけど、今のところすごくいい誘導が。外削りたかった感。そうだよね。削りたかったっていうのはインビジブルで誘導したかったっていう意味で。怖いですが。オーブンを処理して内側入り。ドラゴン編成ならモノリスリ、モノリス降りたいですが失敗。まずは下からロケバル。これは迫撃砲すら壊せねえのかろ。多分対空砲降りたいって感じで。おー。さっきもこれ対戦相手の方だよね。ドラゴン、初手、ガゴプリの能力解放からのみたいなやつだけど、いや、超解けるな、ドラゴン。タウンホールインのドラゴン編成なんですけど、真正面から挑んだ結果、相当被弾受けたな。初手能力解放することのデメリットがね、やっぱ中盤以降の伸びっていうのができない。呪文がないからね。こうして解けていくことしかできませんと。さあ、相手もヘビだ。すごい量。キングはすごいヘビを生み出している。悲しいな。サッカーボールだけ飛ばしていって。ヘビ吸血とかだとさ、キングのボタンって押しても意味がないじゃないですか。悲しいよね、あれ。めちゃめちゃ虚しい。ヘビ流行ってんだ。俺まだレベル1なんだよな。まあ、ハードモードやる人しか使わない感じにはなってるんで、そこはやっぱモードの差かなとは思うんですけど。クラウスは、これも5になりそうですかね。オデヒ5のロケバル編成というところですかね。で、ガゴプリ採用で、アングリージェリーがついてるところ。結構、アングリージェリーのつけたガゴプリをピン刺しするのはハードモード結構流行ってたりするんで。どこだ？どっちか。まずはロケバルカット。インビジブルからの、トームじゃない。トームの落としながらファイヤーボール。強それ。めっちゃ壊れた。そしてオデヒーと。いやー、この辺の作りやっぱうまいっすね。こういったところもね、オイルだったので即死したんだけど、スニージーとかだとね、多分、まだ生きてるもんね。やっぱこういうところ差があるのかなっていうところと、これ多分、ポイズンタワーの解除って意味でロケバル投げてるよね。うわー。危な。通常ウォールブレーカーで今多分、そうだよね。シューターのための罠チェックも知ってますね。こういう細かいところがね、クラスはほんとうまいっすね。で、アーチャーたくさん持ってきてるんですけど、しっかり迫撃砲のタゲを取り続ける。テスラチェック兼罠チェックみたいなところを今、通常のウォールブレーカーここ滑らしたことで、馬場からのウォールブレーカー OK ですね。
をやってったわけですよね。で、シューターを生かしていくと。で、タイチクロスの竹も取って、やばそう、それ。フリーズかける、火力高いね。ロケバルサポートも入れました、それを見て。宝石のタゲを取った方がいいというところと、タイチクロスをそのものを追っちゃおう。こっからめっちゃ減るやん。ゴーレムからのキングクイーン展開。さあ、援軍も重なって出てくるところ。いや、マジか。お前マジか。やばいぞ。やばいって。ストライカーもいるしね。マジこの龍炎砲届くのやば。バグやん、そんなん。これシューター超強かったな。これいけてそう。時間がわかんないけど。時間が結構シビアだな、多分。これタウンホールどうすんだ？そうね。さすがにロケバルの罠チェックから真ん中投げるしかないか。こうなっちゃったら。そうだね。多分、外周対空砲をへし折りつつ、どこからなんだろう。ガゴプリ展開してっていうプランだったと思うんですけど。いや、今の予約見てると全開は取れてそう。あとは時間次第って感じかな。相手の援軍とね、龍炎砲がすごい射程で届いちゃったこととタウンホール重なったことで、一時的にね、超火力のエリアが生まれたので、ハードモードでは耐えきれずっていう形でした。ラストアタック、ウートライダーか、これは。対戦相手はもう全部、ロイちゃんウォークの形を軸にしたものでした。こっちも5を2本、ロイちゃん3本って感じかな。トータルで見ると、8本ロイちゃん、2本5というところで、やっぱ環境的にも、そういう感じですね。びっくりなのが、キングはヘビ採用が多いっていうところで、ここはレイジガントレットの古き良きキングの組み合わせ。で、ホグ人形とかもやっぱ、弱いんで、ハードモード。一瞬の竹外したところでっていうところと、ホグ自体も一瞬で溶けちゃうんで、初手キングガントレット。懐かしい使い方。でもいいね、これ。すごい削ってる。フェニックスまでつけて。これ相当キングいい仕事してるわ。キングを使えなくなるっていうのがね、ここから。あれだけど、キングが破壊した、あれはね、ハードモードだと相当壊せてる、これは。そして、あとは本体突き進めるだけなんですけど、いいタイミングレイジトームかけていきます。援軍にはオーブンがここもできてきているところ。援軍オーブン設置とかもいろいろね、テストも兼ねていろいろやってるんじゃないかなとは思うんですけど、オーブン単体での対応が増えてますね。この配置ね、イエティウォーリアーならタウンホールやらシングル相手とかね、もう打ち放題の配置なんですけど、当然使えないので、これロケットスピアで対応しましたかね。今ね、シングル打ってましたね。さあ、どうなる？クイーンがタウンホール打つことができている。壁を割っている。あとは最終区画届きますが、盾がいないのでクイーン打たれていく。しかもそこ大工2本で絡んでるので、終点が意外と、なんかそっか。この配置、ここの、オットーと変えてるから意味わかんないところに大工が1個ポツンとありますね。これバロタ。この大工おもろ。あとは、パーセント化石のユニット終了です。87%。はい、というわけでね、終わりました。13対11で勝利という形です。いやー、非常に強かったっすね。額が 99% で、クラスもね、オーデン落としたんですけどっていうところで、クオリティ的にはこれもパーフェクト取れるような展開だったっすね。うますぎる。ヘビ増えてますね。僕使ったことないんですけど、ヘビ。やっぱりハードモードだけの装備には現状なってるかな。ノーマルでもね、ちょくちょく見かけるんですけど、全然やっぱクエイクサッカーっていう組み合わせが、ノーマルモードはね、めちゃくちゃ強いので、変える必要ないんですけど、またね、メンテナンスやらバランス調整やら入った時にね、
使えなくなるかもしれないのでっていうところで、現状ハードモードではヘビが流行り始めてるっていうところですかね。透過弊社と同じでね、範囲ダメージのものが外周側に少ないと刺さりやすいのかなっていうイメージ。逆に範囲ダメージがたくさんあるところにキングを使うってなると、ヘビは全然使えないんじゃないかな。マルチ IT のところに突っ込んでも一瞬で溶かされて終わるだけなので、トラップにも弱いしね。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。